ヒュイがトモヤに真剣に相談していたこととは、ネクスジの最強マンネーズ、ヒュイ&ユウキ。双子のように可愛い2人ですが、ヒュイがユウキを見てある悩みを抱えていたことを告白。YouTube のネクスジ公式チャンネルで配信中のリアルネクスジ。あちゃわちゃ具合が最高に面白い番組ですが、今回はネクスジハウスに来てみませんかというタイトル。ネクスジの家、行ってみたい。そんなネクスジハウス、メンバーがパジャマでお出迎え。ギャー、髪型もスタイリングも最高すぎません？パジャマのチョイスもまた、ソボンの髪型どうなってるの？可愛すぎなんですけど、ゲームあり笑いありのネクスジのパジャマパーティー。しかしそこで、ヒュイの知られざるお悩みに触れることに。ヒュイのお悩みの前に、まずはヒュイがどんな子なのかを紹介したいと思います。ヒュイこと小森ゆうひくんは、小学6年生のわずか11歳の時に韓国アイドルを夢にて渡韓。ネクスジとしてデビューが決定してから名前がヒュイに変わりました。太陽みたいな笑顔がチャームポイント。普通、オーディションの時ってやぼったいイメージがあるはずですが、彼はすでに美女が仕上がってますよ。初めて画面に映った時の衝撃といったらもう、アイドルオーラがえぐい。JYP の練習生として3年目で臨んだ日プロ2のオーディション。こんなちびっこの頃から一人で韓国へ渡ったヒュイ。もう泣けてきちゃいますよね。オーディション時、誰よりも合格したい気持ちが強かったかもしれません。日プロ2を見ていて、ああこの子絶対合格するわ、と思っていた視聴者も多いはず。ニッコニッコ笑顔を振りまきながら激しいダンスを踊っちゃうし、もうアイドルになるために生まれてきたんじゃんってくらいの天才的なアイドル様。JYP では練習生のヒョンたちが疲れた時にヒュイの顔を見て癒されに来るとか。わかるよ。この笑顔を間近で見たらどんなことも頑張れちゃうもの。疲れも吹っ飛んじゃうもの。そしてただ可愛いだけじゃなくて、本人も自身の可愛さを自覚していて、それを全面的に武器にしてる感じが最高に良い。いい意味であざとい。オーディション参加者からも、こんな可愛い子がいるんだ、オーラがすごい、と恐れられる存在だったヒュイ。でもヒュイ自身は心の中で大きな悩みと戦っていたんです。なんとその大きな悩みとは、ユウキとのキャラかぶり。そうだったんだ。そんな心配しなくてもいいのに。でも確かに、オーディションで可愛いを前面に出してきていたのって、ユウキ&ヒュイなんですよね。同じように練習生生活が長い友也には、ユウキと僕はコンセプトが似てない。僕はデビューできるかなと相談し、かなり不安に思っていた様子。この時点でデビュー人数も決まっていなかったので、可愛いコンセプトの子が多くても困っちゃうし、ユウキの存在がかなり脅威だったんですね。オーディションではパークさんからの評価も良く、順位も高くてデビュー当確な感じだったヒュイ。そんな悩みを友也に打ち明けていたんだと思うと、はあ、胸熱。自分に自信がなくて、友也にはたびたび相談していたヒュイ。確かに、最初の方は2人とも可愛い路線で攻めてたからライバル意識があったのかもしれない。でも、15歳でキャラかむりって視点を持てるヒュイと、バリバリ練習生やってた彼に警戒されてた変声期前のちびっこユウキ。どちらもすごい。オーディション当初はキャラかむりを心配していたヒュイも、ユウキと同じチームになった韓国合宿でのセカンドステージで気持ちも変わってきたのでは。ニジプロ2でマンネだったヒュイ、ユウキ、ミラクの3人で組んだマンネーズ。この組み合わせを見た時に、もちごり、よくやったと歓喜したよね。似たようなキャラでも合わさるとやっぱりしっくりくる。ミラクを含むこの時のマンネーズ、最強でした。全女子の心をぐわっとわしづかみした。ライバル心は引き続きあったかもしれないけれど、同じチームになったことで一気に同じ夢を持つ仲間に変わったんじゃないかな。2人の絡みは見ていてキュンキュンでした。画面に可愛いのが2人も映ってる。オーディションの結果、ヒュイもユウキも合格し、ネクスジとしてデビューした2人。ヒュイはキャラかむりを心配していましたが、安心してください。全然かぶっていませんから。ユウキはキュルキュル可愛い系ではあるけれど、いざデビューしたら親父ギャグ担当になってんの面白すぎる。あと、真の可愛い系っていうよりは、面白い方に振ってる。ヒョンラを困らせる可愛い末っ子で、マンネの中のマンネって感じ。そしてヒュイは、かっこいいもできるマンネ。笑顔は最高に可愛いけれどその反動でなのか、人の話には興味を持たずに虚無になっていたりスンとしているところもあったりで、太陽のような笑顔を隠す時も、そう、小森プロも裏の顔、オフ森さん。ただキラキラ笑顔を振りまくだけじゃないところが、新しいアイドルで最高。結局は全くキャラかむりをしている様子もなく、
2人一緒にデビューして仲良く楽しく活動しているのがファンとしては最高に嬉しいですよね。個性豊かなマンネが2人もいるなんてネクスジ最強すぎません？ヒュイのオーディション時の悩みを聞くと、そんなこと悩んでいたんだとデビューに向けての気持ちの強さが伝わりますよね。だからこそマンネズの2人をさらに応援したい。オーディション当初は脅威だった存在もデビューしたら最高のコンビ。はあ、かわいい。ひょんなの脇で好き勝手するマンネズの絵面も可愛すぎる。ヒュイに至ってはしっかり者マンネなので暴れるひょんなをまとめる役目もみんな違ってみんないい。個性いっぱいのネクスジ最高です。ニジプロ中、ゆうひくんゆうきくんがいるから可愛いしなくてよくなったんやな。パーフェクトマンネやしなとか思ってしまってた。そんな軽い話じゃなかった。キャラかむりとかそんなとこまで目向けてたんやね。ヒュイくんもゆうきくんもネクスジの最強マンネやで。そのままで最高。ヒュイくん、やっぱりゆうきとのキャラかむり気にしてたんだね。でもそれで蹴落とそうとする方向に行かなかったの偉いし、それが JYP の教えなんだろうなって。あとこの第一印象の話全員聞きたかったから、いつかまた話してほしい。ゆうひが自信なくてともやに相談する場面。ゆうひの実力はダンスも歌も一番うまいんだよって言葉をさらっとかけて自信つけさせてあげられるのって素敵だな。マンネーズが同じアイドルとして2024年にデビューしてくれる事実が奇跡のようにも必然のようにも感じられてうおんおん泣いてます。ミラクル Z の中でゆうきくんとゆうひくんが口を揃えてマンネーズが一番楽しかったって言ってくれてたのずっと心に残ってる。二軸でキャラかむりしてるんじゃないかって悩んでたって聞いたけど、私は最初から全然そんな風に思わなかったよ。この曲終わりの2人のアプローチの仕方。ヒュイはバチイケに決めてユウキは可愛く決めてる。パフォーマンスの時はヒュイはかっこいいに振っててユウキは可愛いに振ってるよね。でも普段はどっちかっていうとヒュイがぼーっとして可愛くて、ユウキは意外に長男感ある振る舞いで2人は相性抜群だと思います。私ネクスジのマンネはなぜこんなに可愛いの？可愛いは可愛いでもやっぱり西山くんはキュートで、ヒュイはあざと可愛いなんだよな。4枚目なんてもう可愛すぎてグーの音も出ませんわ。そんなネクスジですが、2024年9月スタートの初冠番組ネクスジナウがスタート。ネクスジがナウでホットなものを体験し学んでいく番組です。バラエティでも圧倒的可愛さで笑顔を振りまいているヒュイ。終始ニコニコ元気満点で、ニジプロのオーディション中あんなに不安になってたヒュイに教えてあげたい。キラッキラに輝いてるぞ。ぜひネクスジナウでヒュイの笑顔に癒されましょう。過去の悩みも吹っ飛ぶ楽しそうなヒュイがたくさん見れますよ。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。